さんこんにちは、太陽です。いやー、ピストバイクもだいぶいじって、もう前回からだいぶ見た目もう変わっちゃってるんですけれども、だいぶねカスタマイズの方も結構落ち着いてきたっていうか、割と形がもう決まってきたんで、そろそろここでね実装動画交えてレビューでも上げようかなと思って今回横浜まで来ました。はい。でこれでちょっとこれから走りながらちょっとインプレの方もできたらなと思います。はい。そうですね。こんな感じですかね今日は。横浜まで来たんでね、ちょっと街の中を走りつつ2台ねトラックアーカイブと、フィクサーのねインプレをちょっと兼ねつつみたいなそんな感じでね、加えてなんかピストンのこんなところが楽しいですよみたいな、ところがね言えれば、そうですね、アピールできればいいかなというふうに思っております。でカスタム自体はなんて言うんでしょう、だいぶ当初ね2本動画上げたものと比べて進行しましてハンドル変わったし、ハンドルも変わってホイールも変わりね、バンハンだったのがトラックドロップのハンドルになりねなかなかスポーティーにはなったけどもそれでも日常の使い勝手を結構考慮した感じにはなってる。日常の使い勝手考慮したっていうのかなこのハンドルこれに関してはもうどっちかっていうともう本当見た目重視、スタイル重視で、ぶっちゃけ格好っていうところですかね。ライトはもうオートライトで完全にもう街中を意識する感じに今なってますけどね。というわけでね、ちょっと横浜の街中を走ってね2台でね乗り比べとね、やっていきたいと思っております。では、でも晴れてよかったはい、じゃあでは行ってみましょう。そのハンドリングがすごい機敏でぐいぐい曲がってくれるんで、なんだろう、ロードバイク、レーシングロードバイクみたいな機敏さがある。だから街乗りでこうゆったり乗るんだったら僕のフィクサーの方が乗りやすいとは思うんですけど、単純に速さとかそういうので見ると多分トラックアーカイブの方が速いのかなっていう、そういう感じになってます。ホイールも僕のやつより軽いやつがついてるんでやっぱ速いですね。特に加速がすげえ速い僕のやつ今オートライドついてるからフロント前輪が結構重いんですけど、カリングとか未だに使われてるし、そういうところがあるんで変わらない良さはピストバイクの方があるのかな。ピストがそもそも結構ローテクというかロードバイクに比べるとあんまりハイテクとは無縁の存在ではあるんですけど、シンプルな良さ、変わらない良さ、スポーツカーとかで言ったら昔の電子デバイスとか一切ついてないマニュアルのただ走るだけで楽しいみたいな、そういう車の良さがピストバイクにはあるなって僕は思いますね。だいぶこう低速で走るのがなったよね。よいしょ。だいぶ喋ってるよねネタ的にはまだまだ全然もうレビューをひたすら上げてるけど、ちょっと車と人が多くてなかなか前向けれないねよいしょ。それピストバイクって結構お値段がピンからキリまであるじゃないですか。2、3万ぐらいで売ってるピストもあれば10何万とか20万ぐらいするピストもあると思うんですけど、そうね、僕のピストはその中ではかなり安い方ですね。新車の時でも5万いかないぐらい、僕は中古で買ったので2万2000円ぐらいで買ったんですけど、だから結構安かったんだけど、ただね結局固定ギア乗ってみると楽しさはあんまり変わらなかったので、そんなにすごいこの高いモデルを買ったからすごい速いとかそういうのはロードバイクに比べるとあまりないです。ロードバイクは結構ね高いモデルを買ったらそれだけおおすげえってなるんだけど、ピストはねあんまりない。
で本当見た目気に入ったら安かろうが高かろうが買っちゃえばいいんじゃないかなっていう感じはする。もちろんモデルによってある程度性格はあるんでそこら辺分かってる方がいいと思うけど、ただロードに比べるとそんなには変わらないかな。僕はちょっとボトルケージがつけられるとかそういうなんかやつがあったんでこのフィクサーが欲しかったんですけどね。ただ今アルミのフレームのピストン乗ってるんで黒森のピストンに乗ってみたいっていうのは正直あるかな。黒森ピストね探せば結構ピンからキーまであるんだけど、まあ次もしピスト2台目所有してみたいと思ったら黒森のピストン乗ってみたいなっていうのはありますね。それこそもう元祖じゃないですか。鉄のフレームって自転車の元祖だしピストバイクも自転車ができた形に一番近いから黒森のピストってもう元祖中の元祖というか一番最もその自転車の元の姿に近い乗り物だと思うんでそれをちょっとね乗ってみたいなっていうのはありますね。まあアルミが黒森に変わるだけなんだけどやっぱりちょっと違うんじゃないかな気はしてくるトラックアーカイブもフィクサーもアルミのフレームなんでやっぱ乗り味似てるんですよ。でも黒森乗るとやっぱりねちょっと違うんだよね。やっぱ黒森って粘り気が強くなってよりなんかマイルドな感じになるんで坂登んないからね正直ね重さに関してはねあんまりね関係ないっちゃないかもしれないなくはないんだけどロードバイクに比べるとそんなに神経質にならなくていいっていうかやっぱホイールとか軽かったりするとそれなりに楽しいんだけどね。だからそういう意味ではいまだに競技用のトラック用の競技の自転車ってやっぱ黒森がいまだに一戦で活躍してるのはやっぱそのピストバイクというかその競輪の自転車のまあ特徴かなっていう。シクロクロスとかもそうだけどロードレースの世界だともう黒森なんてもうどっちかっていうと嗜好品というかレース用の機材ではなかったりするんですけど、まあ、シクロクロスとその競輪ぐらいかもう黒森が残ってるのって言ったら競輪選手ね力が強すぎてね黒森じゃないとね機材がね壊れちゃうからねそういう側面もあったりするからいまだに鉄のパーツとかハンドルとかも黒森だったりとかフレームも黒森だったりするんですけどロードバイクはねもう長距離走に近いんでいかにそのペース配分考えながらなるべく楽をしながらゴールするとかそういう競技になってくるけど競輪って本当瞬発力だからもうものすごい力がかかるっていうのがあるんでやっぱ機材もどっちかっていうと信頼性とか頑丈さを重視するようなそういう設計になるんですよね。それがやっぱりベースになってるからやっぱピストバイクって壊れにくいんだよね。もともとそういうすごい力を持ってる選手がガンガンに全力で踏んでも壊れないようになってるんでチェーンとかも厚いし刃とかも厚いしフレームも鉄でできたりとかするしそれが結構ね日常使いにはマッチしてるというかやっぱり頑丈にできてるからそれなりに壊れづらいっていうのはありますよね。だいぶ年に来たねでもねボトルはつけた方がいいな。ボトルのね穴はつけてほしい。僕のフィクサーボトルついてるけどね大抵のピストはねボトルつける穴がないんでまあカバンとかに入れちゃうか自分でつけるかする必要ないんだよね。なぜかねかたくなにつけないからねボトルジオスのヴィンテージとかはついてるんだけどねフィクサーもそうだけどトラックアーガイブとか富士のピストは全然ついてない。実はねこのピスト買った時こいつ元々のギア比って前が確か44とか46
がカタログスペックだったんですけど、前の持ち主が48に変えてたんですよ。僕それ知らなくて46に上げようと思ったら、実は46にしたらギアがむしろ減ってたっていうね、そういうことがあったんで、だから初めてその納車してからそのカスタマイズしてる時の動画出した時とかよりも今ギア比軽くなってるんですよ。だからより街乗り向けのギア比になってる。だから余計扱いやすいんだよね。やっぱね、前50とかつけるとね、ほぼね、ロードバイクで言ったらずっとアウターに入れてるみたいな感じになるんで、やっぱり街ながら疲れちゃうんだけど、46ぐらいだと後ろが 17T なんで結構軽いね。ロードで言ったら真ん中のギアぐらいのギア比になるのかな。でもこれぐらいの方がやっぱね、使いやすいね。ピストは正直そんなにスピードは出さないんで、街で使うんだったらね、ギア比はいたずらにでかくしない方がいいですよ。トレーニングしたい人とか、その重ギアが好きな人とかはギア比大きくしてもいいんだけど、街乗りだったら普通に40いくつとかでも全然問題ないと思う。なんだろう、まあいいや。お、ちょっとこう上り坂になってるね。上り坂だとギア落とせないんで踏むしかないですよ踏むしかない。でもなんとかなるよピストラも。そうミニベロもそうじゃん。ミニベロとかさ、小径車もさ、最初乗るときはさ、タイヤちっちゃいからすごいこがなきゃいけないのかなとか思うじゃん。でもね、乗ってみるとね、あ、意外と走れるんだって感じでね、結構ね、どこまでもどこまでも行っちゃう人結構いるでしょ。ピストも同じ。小径車にはまる人もピストにはまる人もみんな最初はね、怖いんだよみんな。でも乗ってみると意外と走れちゃうから、それどんどんはまってくっていう。僕も最初ピスト乗る時そうだったの。ギアないとやっぱきついんじゃないかなとか、坂道大変なんじゃないかなって。実際大変なんだけど、でもね、意外と走れちゃう。むしろ楽しさの方が勝ってくるっていうね。自転車みんなそうだよな。ぶっちゃけロードバイクもそうでしょ。最初さ、ロードバイク乗る、今ハマってる人たちもさ、乗る前はさ、あんな細いタイヤ大丈夫かなとかさ、パンクしないかなとか、そういう心配とかしたじゃんみんな。でも乗ってみたらさ、意外とパンクしないで普通に乗れる。むしろその自転車の楽しさみたいなものが勝っちゃって結局ハマるって人多いじゃん。ピストも一緒。結局乗ってるうちにね、欠点がね、分からなくなってくる。長所ばっかりが見えてくる。だからピストに二の足を踏んでる皆さんも、まあ機会があれば、まあ、乗ってみたら多分トヨタの楽しさが分かると思う。逆に乗んないと分かんない。僕も乗って初めて分かったもん。乗っただけじゃ分かんない。僕の場合は所有してみてようやく分かったから、結構物分かりが悪かった方かもしれない。僕の友達で須藤さんっていう方がいるんですけど、その人にピスト教えてもらったんだけど、なかなかピスト僕なかなか買えなくて、まあ、買おうと思えば買えたんだけど、まあ、このフィクサーみたいなその白い車体がなかったっていうのもあるんだけど、なかなかピストを買う勇気がなかったんだよ。でも買ってみたらね、結局一番乗ってるからね、これを須藤さんからしたらそれ見たことかって感じだと思うんだけどそんな感じですね。だから僕も自信を持って言えるのは、まあ、ピストは楽しいよっていうそれだけ。まあ、かといってまあ別に無理強いするつもりはないけどね。単純に迷ってる人がいたら、まあ、乗ってみたらっていう感じ。別に興味がない人は別に乗らなくてもいいし、興味がある人だけ乗ればいいと思う。自由だからピストは本当に。自転車ってそもそも本来自由な乗り物だからね。結構なんかああだこうだ決めつけたがる人が多いけど、ピスト乗りは基本自由。ロードバイクも本当は自由。でもなぜか自由に乗らない人が多い。もちろん交通ルールを守る、自由ってそういうあれじゃない。歩行者にしてもねんの
かし腹減ってきたこっち行ください。というわけで元々の場所に戻ってきました。やっぱりねちょうどいい疲労感が今溜まっておりますね。はい。っていうのもやっぱピストバイクって僕ら固定ピストなんで常にペダルを回さなきゃいけないんで、やっぱりロードみたいにこう足を止めて楽とかできないんですよ。なんでまあちょっと疲れるは疲れる。ただまあロードバイクと同じ距離を走ってもまあ短い距離でも充実感が味わえる。まあマウンテンバイク乗ってる人だったら結構わかると思うんですけど、そういうところはあるんで、まあ街中走るんだったらまあこれぐらいでも全然問題ないかなっていうところはありますね。ギアないから結構不安がある人とかロードバイクに絶対いると思うんですけど、ギアチェンジする必要性がないんで逆にむしろ楽なんですよ。今どの辺りのギアに入ってるかなとかそういうの考えなくていいんで、そういうところはピストバイクの魅力かなっていう。坂道もなんだかんだ上がれるんでギア軽くすれば、前50とかついてはさすがに厳しいと思うけど、まあ僕だと47とか46だったかな、46ついてるんで結構上がれちゃうんで、まあピストに無理強いはもう当然しないんですが、まあ興味があるなって方は一度乗ってみたりとか買ってみたりするとピストの良さが分かるんじゃないかなと思うので、ぜひとも乗ってみてください。はい。そんな感じですね。そうですね、そんな感じですね。まあとりあえずね横浜の街中の坂道はね行ってないので、坂はねきつい。坂はきつい。行ってないんですけれども、2台ともフロントがまあこのフィクサーの方が、46T で、リア17ですね、これですね。で、トラックアーカイブの方がフロントが47の、17、まあほぼほぼ一緒。ほぼ似たようなギア比で乗ってきたんですけども、本当街中は力いらないしね。そうそう。出だしも楽で、ちょっとね足を鍛えたいとかトレーニングの目的があるっていう方は49、50とかそういうのにすると、48でも乗れないことはない。乗れなくはないですね。僕もさっきも言ったんですけど、48でも僕も乗ってたんで、それでも全然乗れないことはなかったんで、だから意外に大丈夫。速度的に35、40キロをあんまり回さないで、楽に乗りたいっていう人は48とかつけた方が使い勝手はいいかなっていう。まあ結構その人によってもやっぱり相性とかあると思うんで、そこら辺はまあ自分の好みに応じて変えていただければいいんですけど、まあただまあおそらくみんな不安なのはギアないときついんじゃないかとか、そういう感じだと思うんですけど、そんなことはない。意外といけちゃう。僕より全然自転車乗ってない人でも全然ピストで通勤とかしてる人全然いるんで、まあなんて言うんでしょう、子供がこう補助輪が取れて乗った初めての自転車みたいなそういう楽しさがあるっていうありますね。感じですよね。なんか補助輪取れてなんか自由になったみたいなそういうちょっと子供の自転車みたいな楽しみがある、そういうバイクになってますね。見た目はロードに似てるけどやっぱ似て非なるもの、特に固定にすると全然やっぱ違うんで、そうでこの感覚は本当乗ってみるとわからない。あとはあれですね、このサドル高ですね。これおそらくロードの方、例えば自分のサドル高が BB からサドルのこうね座るところまで70という人がいたとしましょう。これですね、ピストバイクでやると大変なことになります。サドル高がですね75になりますそういう測り方をしていると。だからそういった意味でもかなりロードバイクとは違う乗り物だっていう、ね、気はしますね。まあね、なんて言うんでしょう、ロードバイクからディレイラーを取っただけじゃないっていうところをね、特に固定はねと、より深く味をかみしめるんじゃないかと思っております。最初から固定のちょっと怖いんで、まあ最初フリーで慣れて、でまあ固定を徐々に慣らしていくと、むしろ固定にしか乗れなくなるかなって大体ピストンの時と固定ばっかりじゃん。フリー使う気がなくなっちゃうんだよね。なくなりますね。
面白さにこうなんか負けちゃうんだよね、心が。なんかメッセンジャーとかやってる人とかフリーの方がいい場合もあるけど、固定使ってるとねやっぱそれでブレーキかけたりするんで、それが結構僕は結構面白みがあったりするんで、まあナット外す工具を持って、疲れてきたらフリーゲーにしてもいいし、そうね、そういう後輪をねこう入れ替えればそのままフリーに変えたりもできる、両切りハブでね、そういう風にもできてるんで、まあ本当にまあなんだろうな、ちょっとマウンテンバイクとかと違ってオフロード走るとかっていうわけじゃないんで、魅力が伝えるのはちょっと大変かな、やっぱり。まあでも日本に住んでる限りは細路ばっかりなんで、多分ピスト乗ろうと思えば全然乗れると思うんですよね、ハトがいるまあというわけでね、とりあえずカスタムも終了して、走行動画っていうのをね、ずいぶん前に言ってたことが今ようやくしましたまあ涼しくなってから撮りたいっていうのがあったんで、ね、夏ちょっと暑いんで、今年はねちょっとかなり過酷な暑さが、続いたんでいくら海辺でもきついだろうということで、さすがにピストでサイクルジャージ着るとちょっとピストっぽくなくなっちゃうからね、それでもいいんだけど、こんな感じです、こういう格好で乗りたかったっていうのがあるんで、はい、まあ、というわけで、ジャイアントとフィクサー、富士のトラックアーカイブの、まあ、インプレッションと走行動画が以上でした、はいというわけで、もしよかったと思う方はね、グッド評価ボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではそれでは次回のお楽しみに。じゃあねー。